おめでとうございます。ありがとうございます。食い気味に待ってましたみたいな。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしかったですね。ありがとうございます。やっぱね、もともとその怪我で落としてるっていうのもありますけど、はい、強いですね、突き。いや、稽古、場所前にしっかり稽古詰めたんで、それ体動いたのかなと思います。はい。確かになんか見てて足が動いてるなっていうのをなんか感じましたね、僕なりに。はいはい。そうですね。足もだいぶやっぱ直して慣れてきたんで、そうついてくるようになったですね。今どんなお気持ちなんですか？いや別に特になんかもう次頑張んなくちゃなみたいな、もう次のこと考えてます。はい。早いですね。そうですね。別に全部3年目の優勝嬉しいですけどね、全部じゃないんで、すぐ、戻れるように頑張ります。戻る、途中のそうですね。通過点というか、戻ってまた上に行かなくちゃいけないんで、満足できないですよね。はい。7戦、プラス1、計8戦、一番ご自身が印象に残ってる取り組みってどれですか？そうですね、一番印象に残ってる、千代丸さんって一番、千代丸さんとやった時もそうですし、龍鵬さんとやった時も印象強いですね。千代丸さんの方は最初もっとバーって前に出て癒されて、なんか残ったんですけど、なんか前までだと残れなかったなと思って、なんか手術してからあったのみたいな思いましたね。確かに、おってバランス崩しましたよね、あの時。残ったって。はい。そうですね。龍鵬さんの時は一番ハラハラしましたね。あれはあの状態は刺されたっていう状態になるんですか？そうですね、両方刺されてましたね。刺されてからでもよく跳ね返しましたね。はい、でもあなたもそうです、強い、もうバーって勢いある子なんで、緊張しましたね。緊張するんですか？特に緊張したってことですか？そうですね、1番、2番ぐらいしましたね。気張りましたね。相手の勢いも。そうですね、他も全部しっかり集中ができたので、いい緊張感を持ってできたんですけど、やっばーみたいになったのはあれですかね。確かに見てて、おーって感じでしたね。2番ですかね。幕下の全勝の方でしたっけ？そうですね、幕下の全勝と3番ぐらい当たってて、そうですよね。自分が3度目の上の方なんで、しょうがないんですね。それで、全勝するっていうのも。自信にはなりますね。3戦目、5戦目、確かに、危うい時はやっぱり印象に残るもんなんですね。そうですね。でも怪我なく終わらせたのが一番嬉しいかな。確かに、そうですよね。で部屋も3段目と幕内だけ優勝がいなかったんですよね。その口上になんか大関で、幕下の部原で十両を見た、で3段目と幕内がいなかったんで、3段目埋めれたんでよかったですね。あとはじゃあ幕内最高優勝だけ。みんなで切磋琢磨して頑張ります。そうですね、部屋としてはそこですよね。でそれが表彰状。表彰状は初めてですかね。そうですね、高校の卒業証書以来ですかね、こういうのもらったの。表彰状3段目。いただきました。この名前はちょっと別であるんですね。これは2つ目の表彰状。で僕が生ためです。これはどうするんですか、表彰状は。いろいろ考えてます。なんか額に入れて実家送ろうかなとか。今回は別に地元帰るとかも
考えてないので、はい、しっかり関取に戻ってから借りたいなと思ってて、そうなんですね。はい。まあ年末とかは帰るんですけど。これなんだろう、番付関係なくこの形なんですか？全然そうです。はい。じゃあ幕内だとそこの3段目のところが幕内に。多分そうですね。はい。大丈夫ですか？大丈夫です。痛くないですか？大丈夫です。嬉しかったな。初めてもらったんですからね。これ形になるのいいですよね。いいですね。あれトロフィーがあるのは重量からですか？トロフィー、そうですね。優勝トロフィーは重量からじゃないですか。まあもらったことないんでわかんないですけど、もらいたいですね。そうですね、確かに。でもこれ3段目上位で全勝優勝したらどのぐらい予想的に上がるものなんですか？幕下の一桁ぐらいまでですかね。そんな上がるんですか？7勝で本割が全勝してるんで、決定戦また仮に最後負けてても、上がりあれは一緒なんですよ。でも最後勝ったんで、7勝で最後、決定戦、で優勝いただきました。一桁台。はい。おお、なるほど。じゃあ次も全勝優勝したら一気にも重量最重量みたいな。そうですね。はい。早いですね。いやあれ怪我したの去年6月でしたっけ？手術ですか？手術が6月。手術が6月ですね。怪我、決定打になった怪我は5月、場所後の合宿ですかね。時だったんで。もう1年ぐらい経つ、1年前かあれは。経たないぐらい。忘れもしない。忘れもしない。今どうなんですか調子は、膝の。15日間取れたので、順調ですね。で移動も普通に楽ですし、土俵の下にね座ってる時にあぐらかいて待てるんで嬉しいですね。なんか今まではどうしてたんですか？伸ばしてたんです足。あぐらかいても待てるんで、嬉しいですね。なんかできなかったことができてね。なんかで見たんですけど、今までは手術前はなんか朝起きた時にもう寝起きから痛かったけどみたいな、今はそれがなくなったみたいな、それって本当なんですか？本当ですね。どうですか優勝されて部屋のみんなから何か言われたとか？パーティー会場行った時になんかおかみさんと会って、部屋で控室でみんなで見てたみたいなで、その時の話も聞いて嬉しいなと思いましたね。みんな喜んでくれておめでとうってすぐ LINE 来たりした子もいたんで、同じ部屋なのに嬉しかったですね。おかみさんどんな感じだったんですか？おかみさん、僕はその時いなかったんですけど、まだ戦ってるんでね、なんか分かったみたいな感じだったみたいで、そういうおかみさん見ないんで嬉しいなと思ってますね。親方とはどういうやり取りを？親方、そうです、師匠もそうです、挨拶行って、おめでとうって言っていただいて、あれ優勝したのって言われていつものボケが始まるどちらさんですか？お弟子なんですけど喜んでらっしゃったんで、そうですね。それは優勝した後じゃないですか。その前とかはなんかいろいろ会話あったんですか？どんどん勝っていってちょっと見えてきた時になんかアドバイスというか。でも基本はあんまりポイントで言ってくださるんで、常に言ってくれるみたいなのはないんですけど、ポイントで的確なアドバイスっていうか劇を入れてもらいました。例えばどんなことを言ってくれるんですか？何ですかね、立ち合い自分迷ってたらこうやっていった方がいいんじゃないかみたいな、一緒に研究してくれて動画とかいろいろ見てくれて、
自分で朝話して旅行行きますみたいな感じで、はい、とか、そういう感じですかね。いろいろいう感じじゃないんで、多くは語らない方なので、師匠は。ああ、親方。はい、ポイントで言いますね。はい、それが刺さりますね。特に場所中なんかはもうどうすればいいか分かんないみたいな時があるじゃないですか、一人なんで、時にこう言ってくれるとあってなる時がありますね。はい、久々にこうなんでしょう、結構上の位置でお客さんバーっているとこ行って、決定戦ですか？決定戦、決定戦か、決定戦でそういう時ってなんか思うことはありました？自分去年の3月が初めて一番幕内で取らせていただいて、取ったんですよ。その時が時間ぐらいの時間なんですよ。懐かしいなと思って、またこれ取りたいなって思いましたね。やっぱお客さんの感じも違いました？そうですね、やっぱ違いましたね。こう熱気があるっていうか、声援も多かったですし、嬉しいですしかないですね、本当に。いや、見に行きたかったんですけどね。行きたかっただけですよね。まあそうですね。それ急遽行けないじゃないですか。そんな行きたいけどじゃないですね。いやいや、急遽行きたいって言って行けるもんじゃないじゃないですか。そうですね。チケットだっているし。いなかったし。そうですね。狼雅関とはどういうやり取りをされたんですか？やり取り、部屋でもあるんで、取り組み終わった後挨拶してたんで、ずっとめっちゃ今日動き良かったなとか言ってくださって、ずっと見てて、支度部屋にモニターがあるんですけど、テレビがリアルタイムで見せてくれてたみたいで、嬉しかったですね。ずっと見てくれてましたね。よかったなって。はい。そうです。場所もやっぱ胸借りてきたんで、はい、胸渡していただいてたんで、嬉しかったですね。ケイトも結構ガンガンやってたんで、2人ともいい成績とか言ってよかったねって、行き帰りずっと一緒だったんで、場所も番付近かった。そうです。高原ですね。はい。よかったなって話で。お母様とかは来てないんですか？来てないですね。そうですね。すぐ戻ってまた招待とかできればいいですね。はい。なんか自分がこういろいろ準備してあげれれば一番いいんですよね。また10両戻って幕内と言ったりして。電話で話したぐらいですかね。終わってすぐですか？終わってすぐ電話で、移動してる時に電話しました。なんて言ってました？なんかわかんないです。タイ語でボカーってきましたよ。タイ語でボカーってきて、もうとりあえず興奮してました。そうですね。よかったってずっと言ってました。安心したんですね。そうですね。よろしかったですね。あと他なんか誰かとやり取り印象残ってるのあります？やり取りですか？そうですね。ごま油くんですかね。見たくんですよ。なんかもうずっと連絡くれて、電話とかもして、あっちもリハビリ、結構すごいハードな、自分の中よりハードなトレーニングしてるんで、追い込んでるんで疲れてると思うんですけど、かかわらず、電話して、僕からしたんですけどね。電話してくれてるじゃないですか。僕からしたんですけど、LINE はくれました、ずっと。いろいろ話して、そうですね、応援してくれました。どんな話をしたんですか？相撲、相手とかの話とか、大丈夫だよみたいな、もちろんそういうベタな話もあるんですけど、取り組みもあるじゃないですか。でも接戦とかだと、すごかったなみたいな、よしみたいな感じで来るんですよ。よしみたいな。の後に絶対僕が、所作やった時の写真付きで、もっと四股踏めって言われるんです。毎回四股踏めって、ちゃんと四股踏めってやる。所作が何ですか？ちょっとなんか
足はあんま上がんなくて、ああそういうことですね。はい、もっとしか上げろみたいな今日はちょっと上がってたね、血液超って今日は上がってたんですよ原価ついてくれてるかわかんないですけど、特に笑わせてもらいました仲いいですね。そうですね、まあ、僕が入院して彼が10秒で優勝を見させてもらって、で彼がリハビリ中に優勝できたんで、まあなんかいい刺激になってほしいですし、まあ、いい流れにもなってほしいなと、これから復帰控える力士がまだいるんで、まあ、ジャスティンもそうし大輝もなんかこういい流れになればいいなっていうふうに、思いました。確かに、はい、境遇がちょっとそうですね今。そうですね、似た感じに。はい、僕もやっぱ大輝の優勝みたいな刺激になったんで、これでまあいい流れが来ればいいですね。あとなんか部屋になんかいい話題をなんか持ってきたかったみたいなこともなんか見ましたけど。そうですね、去年やっぱこうまあ怪我が多い1年、他の力士も多かったですし、まあそれはそうですね、師匠のお話しされてたんで、まあ、今年、まあ、初場所延原が優勝して、ハッピーな話題与える気になって、で3月順も優勝できて、なんていうんですか、いい話題になればいいなと思っていう感じですかね。はい、まあ暗いニュースよりはいいんじゃないですか。そうですね、今年も2場所連続部屋から優勝者が出てますね。そうですね、やっぱすごいですよね、嬉しいですね、そういうのは。あとはまあ自分にご褒美じゃないですけど、はい、何だと思います？ DJ のブースを買うんです。持ってます。なんですか？今日なんですけど、は人生で初めてい、はい、歯のクリーニング行ってきます。歯のクリーニング、はい、入れました。ホワイトニングじゃなくてクリーニングです。クリーニング、はい、歯石除去です。ああ、でもそういうのってでもなんか定期検診とかでするもんじゃないですか？僕はずっとしてなかったです。してなかったんですか？はい、なんで今回自分のご褒美ということではい、歯医者さんにいやでもそれ高いもんじゃないですよね。一瞬でそんななんか数百円とかじゃないですか。はい、気になってたんで、で今日歯の今日行きます。席作り行って、はい、今日この後そうですね、病院膝帰ってきたんで、まあ病院行って歯のクリーニングですかね。そうですね。一昨日千秋楽で昨日東京帰ってきて、そうですね、はい、で今日からじゃあ休みはまあどうするんですか？その約1週間。はい、約1週間じゃないですか。はい、はい、まあ、今日入れたらまあ6日間になるんですかね。はい。休みは場所休みはどうするんですか？まあでも大体自分はまあその平日は治療とかリハビリが多いですかね。でも夜はまあ友人とかだったりとか、まあご飯食べたり飲み行ったりしますけど、まあリフレッシュしてみたいな感じですかね。毎日同じです。毎日同じではないですけど、まあたわいのない日常です。まあリハビリってものは続いてるんですね、足。してます。はい。それやんなくちゃいけないんで。いつぐらいまでやるもんなんですか？わかんないです。ずっとやるんじゃないですか。まあリハビリというかケアですかね。稽古してでケアしてみたいな感じなんで。はい。そのケアに今日は行かれて。そうです。で次歯のケアまで行っちゃってみたいな感じですよね。眉毛はいいんですか？眉毛は行きません。ちょっと予約取れなかったです。前場所の眉毛サロンのご褒美ですね。行ってるって言ってましたもんね。はい。眉毛サロン。行ってます。予約取れなかったんでちょっと今日は取れなかったんで行かないです。はい。賞金は何に使うんですか？賞金ですかね。まあいろいろ考えたんですけど、まあ体に使うことが多いですかね。はい。
まあ自分のになっちゃうんですけどね、まあプロテインとかサプリ、テーピングもやっぱいっぱい使うんで、膝のやつとかまた違うんで、それ買ったりとか、ですかね。なんか別にこれ買うとかはないです、特に。ないんですか。あんまり。はい。今年大阪の宿舎の場所は違ったんですよね。そうですね。まあ今年は、はい、来年はまた分かんないですけど、そうです。今年は泉佐野で、まあ支援していただいた方から提供していただいたその犬鳴山の温泉があるところで、結構山の中なんですけど、逆に良くて、それがそうなんですね。本当に相撲集中みたいな感じなんで、すごいマイナスイオンを感じながら。じゃあもう毎晩温泉みたいな。毎晩温泉入ってましたね。はい。いいですね、それ。もう空いてる時間とかあって何したと思います？僕暇つぶし。暇つぶしで何をしてたか。はい、もうそういうところにいるんで、集中してるんでシャボン玉です。ずっと外でずっとシャボン玉をこうやってやってました。もう清らかなんで、清められました、完全に。シャボン玉吹いて、やってました、一人で。そのぐらい集中してました。シャボン玉やるのは集中してるってことなんですか。もうこうでかいやつじゃないですかね、自分でやるんですよ。ずっとっておおすごいすごいとか言って、みんな見てってデルマさん見てって言ってデルマさんおおすごいね、写真撮ってあげるよとか写真撮ってもらいました。仲いいね。稽古時間もちょっと遅めだったんで、なんか見ました。なんか朝10時とかにして、寒かったんで、まあちょうどいい温度になってからみたいな、集中してこう短くキュッと、いい稽古できましたね。本当にできましたね。でちゃんこ版するより前に一旦作っておいてみたいな感じですね。お客様なんか結構すごく行ってるってなんか聞きました。毎日いらっしゃってましたね。みんなワクワクして食べてましたね。ワクワクして食べた、相撲見てたじゃなくて食べてた方にワクワク。相撲も見てました。連日大盛況でした。今の生田目さんと、重量最高いった時の生田目さん、膝が悪い時、どっちが強いんですか。難しいですけど、たまに考えることあるんですけどね。なんですけど、あの時の自分みたいに取んなくちゃって思ってる間は昔の方が強いんじゃないですかね。わかるですか。だから例えば場所明日ある、どうやって行こうかな、あの時みたいに行こうかなみたいな、それが14の時と同じイメージだったら昔の方が強いですよね。自分でこういう感じってまた新たに見つけてパワーアップできたら、それは前より強くなったってことなんじゃないですかね。そう思えるように、稽古をしてないとなって、前みたいに言っちゃダメだなって思ってます。感覚的に。っていうことは現状はどう？いや現状はでもまだ前のが強かったんじゃないですか。やっぱ立ち合いとかどう言ってたっけなって思うことが結構あるんで、どう踏み込んでたかなとか、どこにこう力入ってくるかなとか、この時どうやって力入ってたっけなとか、思うこと考えることはあるんで、今はまだ昔のが強いんじゃないですかね。なるほど。その相撲感っていうんですかね、それを取り戻しているところ。そうです。まだ戻しきってないところですね。で多分体も慣れてないのかなって、慣れてきて相撲感も戻って体を動かしてから慣れてきたら、多分前の自分よりもさらに強くなれるのかなと思って。なるほど。じゃあどんどん体を戻しながら進化しながら、そうですね、最高更新を目指して。わかりました。じゃあ最後にこれ見てる方とか応援してくださってる方にちょっと
はいメッセージいただいてよろしいですか？お願はい、いします。こんにちは。おかげさまで大阪場所、三段優勝することができました。自分の中ではまだ通過はずだと思ってるんですけど、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。お、梅ちゃん、ようこそ。お待ちしてました。お預かりします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お預かりしますっていいですね。お預かりしますですよね。大切な息子さんを。ない息子なんですけど、迷惑かけると思いますけど。頑張ってね。はい。お家になるんで。一生懸命精進させていただきましたので、よろしくお願いします。